はい、皆さんこんにちは。寺子屋忍者の岩沢です。今日は、茶道の宮崎先生にお越しいただいて、利休百種の続きをすごく久しぶりにやっていきたいと思います。宮崎先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。久しぶりのですね、この利休百種のお話をさせていただきたいと思います。今まで本当にね、お茶の話にちなむことを皆さんにお伝えをしてきました。今日のテーマはお花ですね。やっぱりその茶道の中でもね、お花という位置づけというのが非常に大事ですので、そのお花の今回花釘という話をするんですが、そういったものにまつわる中でね、そのお茶の精神というのが流れておりますので、そういったことをね、皆さんと一緒に共有をしていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速、今日は71種からですね。71種ですね。結構間空いちゃったからね、なかなか、はい。どんなことやったかなみたいな。そうですね。70種っていうのが、薄いったは床の大小また花や花池により変わる品々というお話で、ここもお花についての種でしたね。はい。その次の71種からでは早速やっていきたいと思います。花入れの折釘打つは自式より三尺三寸五分余りもあり。こちらから解説をお願いいたします。わかりました。今ちょっと話があった花釘ということと、あと知識というすごく難しい日本語でいうかお茶の花ね。単語が出てまいりました。簡単に申しますと、花釘というのは、折釘ですね。折釘ですね。花の中の折釘っていうんですが、それはですね、やっぱりお花を飾る際には、そこのね、自式という木材のところ、これ自式っていうんですけど、今歌の中にあったいろんなところにね置くパターンと、あとはそちらの方の、壁のちょっと壁面に釘を刺してですね、そこにかけて花入れをかけてお花を入れる、この大体2つパターンがあります。で今ね折釘とあったのは、大体じゃあどの位置にその折釘というのを打って、でその花入れを入れるかければいいのかってことを実はこの歌で説いております。一応言われているのが知識、そこのね木材ですね、そこの上から大体下からですね、床の間から、約1メーターね、三尺三五分っていうふうに書いてありますので、1メーターぐらいのところにその釘を打ってで花を飾るというのがいいというふうに言われている、そういう歌になります。そうですね。ちょっとあれですかね、ちょうど正座して拝見するときに少し上に斜め上ぐらいの感じですかね。そうですね。斜め上のところが一番やっぱりお客様を拝見しやすい場所だというふうに言われているというところですね。なかなか自式って言葉もね、あんまり聞かないですね。床の間とはねよく聞きますけど、そこの板のことを自式ということですね。ではありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続いて72種目ですね、解説していきます。花入れに大小あらば似合わせよ、金を外して打つが金なり。こちらについて解説をお願いいたします。はい、わかりました。今先ほど71種目でね、折釘というのはどこに刺すのかって話をさせていただいたと思います。一応この歌も同じ流れの話でして、確かにね71種目では、この自式という床の間から約1メーターのところに立てましょう、打ちましょうって話だったんですが、一応この歌ではですね、そこを何もずっと堅くなに厳守する必要はないということをこの歌では言っています。やっぱりその花入れという、一口に申しましても、やっぱ大きさとか形とかいろんなものがあるものですから、中にはもう少しね、その低めに1メートル低めだったりとか、むしろ高めに上げた方がいいとかですね、そこは臨機応変ですよね。形にこだわるだけじゃなくて、その場面に応じて、あと花入れの形に応じて、臨機応変に釘を打っていきましょうということをやっぱり説いていると。やっぱり茶道というのはね、この歌だけじゃなくて、やっぱり今まで皆さんと一緒に学んできた利休百種の中でもですね、やっぱりそのお茶器の形だったりとか、あと夜とか昼とかですね、茶の持つ時間とかによって臨機応変にその茶をね組み立てていきましょうってことを学んだというふうに思います。それは多分ね、お茶の世界だけじゃなくて、皆さんの日常生活の中でもビジネスだったりとか、あるいはその学校行ってるね方もいらっしゃるでしょう。臨機応変に立ち居振る舞いをするということが大事だということをね、このお茶の今の話でも言ってくれてるのかなというふうに思います。そうですね。お花もしだれ桜とかね、ものによってつるがあったりとか下に伸びるものとかもあったりするので、花入れももちろんですし、お花生ける時のお花によっても変えるといいということですね。そうですね。はい。わかりました。どうもありがとうございます。はい。では73種目について、お話ししていきたいと思います。竹釘は皮目を上に打つぞかし、皮目を下になすこともあり。こちらについて教えていただけますか。はい、今竹釘というところがあってですね、あと皮目という話が出てきました。
非常に結構難しい単語なんじゃないかなというふうに思います。じゃあその竹釘というね、もの、要は字のごとく竹の釘を言うんですが、どういったものに使うかというと、茶道ではですね、例えば道具とかを入れる棚というのがあります。で、棚は当然中に空洞になったりとか、そこの支える板があったりとかするんですけど、その板をね、支えるときにその竹釘っていうのを差し込んであげて、そこで板を敷くみたいな形で、結構その竹釘というのは支えに使う感じなものなんですね。で、竹釘というのも当然その竹を使ってますので、竹の外側と内側というものがあって、で、今あった皮目というのはね、大体言われてるのが、その例えば外側、竹の外側の方が一応皮目とされていると。で、その皮目のところを、そのね、刺す際に上向きにするのか下向きにするかによって、かなり流派によって変わってくる。というふうに言われています。一応ですね、小堀遠州というね、利休さんの友達のような方は、皮目を下にしたりとか、あるいは小田浦夫妻といって、利休の、お弟子さんですね、は皮目を逆に上側にしたりとかですね、流派によってその皮目というものを上側にするのか下側にするのか、結構そういった違いがあるというふうに言われていますね。はい。ちょっとしたことではありますけどね、なんか本当に細かい話だなと思うんですが、そういったところにね、やっぱり茶道のこだわりというのが出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね。利休とか古田織部さんなんかも表に皮目を上にして打っていたって書いてありますね。はい。なんかやっぱり流派とか美的なものなんですかね。どっちの方が実用性と美的と美的感覚もあるでしょうし、やっぱりね、あとはなんていうか、別に茶道だけではないと思うんですけど、何かしら特色をつけていかないと面倒なしになっちゃうという原石の話があるのかもしれないですね。そうですね。なので臨機応変に上と下を使い分けるというような形ですかね。はい、どうもありがとうございました。はい、では74首目について解説していきたいと思います。三つ釘は中の釘より両脇と二つ割りなる真ん中に打て。こちらについて解説をお願いいたします。はい。またね、釘のお話が出てまいりました。今度の釘というのは割りなりとか出てきましたが、今度はお軸の話ですね。そういう掛け軸がこちらにもございますけど、掛け軸のですね、かなりその大きさがやっぱ大小ございます。やっぱ細い、お軸だったりとか、このようにかなり幅広いお軸だったりとか、やっぱ軸によってですね、釘の打つ本数が変わってくるという話ですね。それこそ、当然上の方に釘を打った上でお軸をかけるものですから、細長かったりとか小さいお軸だったらね、多分釘が1本でも構わないという話だと思うんですね。ところがやっぱこういった大きなお軸になってきますと、支えるだけのね、やっぱり強度が必要になってきますので、釘がだいたい3ついると。歌の中にあったように、やっぱり両脇ですね。両脇に釘をちゃんと1本ずつ打って、で、その中で、だいたい真ん中あたりですね、割りなるのの真ん中あたりに釘を1本刺して、3本でこういう大きなお軸とかを支えましょうということを、この歌では歌っているということですね。そうですね。床の間をね、なんかいろいろ拝見するときに見ていただくと、掛け軸の大きさもいろんなものがあるかと思うんですけれども、こちらはね、とても床の間自体も広いので、掛け軸もとても大きいものので3つ、ね、支えが軸の方があるかと思うんですけれど、釘でしたっけ、はい、はい、があるかと思うんですけれども、一つのものもね、床の間結構ちっちゃいものとか、床の間自体じゃなくてそのままね、板だけのものとかもあったりするので、それによって使い分けをしましょうということですね。そうですね。臨機応変さが大事だということですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次は75首目について解説していきたいと思います。三幅の軸をかけるは中をかけ、軸先をかけ、次は軸元。こちらについて教えていただけますか。はい、今出てきた三幅という言葉ですね。これも本当私もですし、皆様も聞き慣れないお話だと思います。これもね、お軸の話なんですが、三幅、つまり3つのお軸をかけましょうという話になっております。で、当然ね、床の間に3つをかけるわけですから、やっぱりね、その中央のもの、一番基礎になる中央のものと、あとはね、やっぱ左右の方に、どちらがやっぱ尊いかによって変わってくるってわけですね。分かりやすく言うとですね、よくこの軸もそうだと思うんですけど、結構仏教のお釈迦様のものが飾られたりすることがあると。はい、お釈迦様がいたりとか、あとは普賢菩薩とかね、文殊菩薩という菩薩様ですね。で、当然仏教の世界では一番偉いのはやっぱりお釈迦様、釈迦如来になりますので、当然真ん中にお釈迦様が来て、で、その両脇に普賢菩薩だったりとか、文殊菩薩が来ると。そういったですね、左右の調和によって、こういうお軸の世界が成り立っているということを歌ってくれているという話ですね。
そうですね。床の間はね、よく神とかそういうのに、はい、例えられることが多いですよね。上座の方が軸先で、下座の方が軸元ということで、真ん中、お釈迦様に例えると真ん中が一番偉いの真ん中に一番最初にかけて、軸先の上座、下座の軸元にかけるということですね。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。次は76首目について解説していきたいと思います。掛け物をかけて置くには壁付きを3呼ぶすかし置くことと聞く。はい、こちらについて教えていただけますか。はい、これもですね、掛け軸のことを歌っているお話になります。今お話ありました3呼ぶ。これはですね、実は寸法のことを言っていると。だいたい今の現代でトータル9ミリから12ミリぐらいが3、4分というふうに言われてますね。で、一応ですね、先ほどお話したように、掛け軸というものは当然壁にかけるんですが、まあ皆さんこれイメージつきやすいと思うんですけど、当然その掛け軸を壁にぴったしくっつけてしまうとですね、当然その壁の方も汚れてしまったりとか、掛け軸の方も傷ついてしまったりすることがあるわけですね。なので、ピタッとくっつけるわけではなくて、今お話にあった3、4分、だいたい9ミリから12ミリぐらいは、ちょっとね、壁とその掛け軸の間のね、間隔を取った方がいいと。そうした方がお互いに傷つかないということをですね、歌ってる歌になります。わかりました。そうですね。ぴったりではなく少しそうですね。間を空けて飾るということですね。絵画とかもね、結構そうですもんね。やっぱり壁にねぴったりくっつけてしまうと、なんか湿気とかもあるかもしれないですよね。湿気溜まったりもするでしょうね。そうですよね。あとは取り外したりする時もね、当然気づいたりすると思うので、そういった意味では少しちゃんと間隔をね、幅をつけておくのがやっぱ大事だと。まあ人間もそうですよね。人生だってね、なんか何でもきちっとね、四角四面できちっとやるよりも、やっぱり余裕があった方がね、臨機応変に立ち回れるかというふうに思いますね。そうですね。少し間を空けましょうということですね。アドリブ大事だよと。わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい。では次は77首目について解説していきたいと思います。時ならず、客の来たらば手前ぼば、心をそうに技を慎め。こちらについて解説をお願いいたします。はい。まあ今ありました時ならずというのはですね、不意の来客ですよね。まあ予定しなかったお客さん急に遊びに来るってことはね、皆さんも多分あると思うんですよね。その時にやっぱり突然のお客様ですから、ちょっとお菓子とか、料理とか、ちょっとおもてなしのものがなかったりすることってあると思うんですよね。で、その時にちょっとしたお茶はちゃんとお出しするわけですが、やっぱりそのお茶を出す時もですね、不意のお客さんだからといって、やっぱり武骨、不作法に出すんじゃなくて、ちゃんと心を込めて丁寧にお茶をお出ししなさいと。で、その上でね、心をそうにしてというのはですね、相手のお客様、やっぱり突然の来訪をしてるわけですから、お客様は結構緊張したりすることあると思うんですよね。そういった時にもですね、心をそう、つまり相手にそういうね、不安感とか緊張感を抱かせないような心遣い、これをすることが大事だと。非常に難しいことだと思うんですけど、それがやっぱお茶の精神だということをこの歌は説いているということですね。そうですね。心はそうにってあれですよね。心行そうのそうということですよね。そうですね。お辞儀の仕方ですよね。はい、そうですよね。なのでカジュアルにというか相手のお客様に気を使わせないように、心はそうに技を慎めっていうのは、あまり大げさなことをしてしまうと急に来たのに仰々しくなってしまうっていうような形で、技を慎めっていうことですね。そうですね。やっぱり臨機応変に接客をしましょうということですね。はい、すごく心配りがされて素晴らしいですね。わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい。では78首目について解説していきたいと思います。花見より帰りの人に茶の湯せば、花鳥の絵をも花も置きまち。こちらについて教えていただけますか。はい、今の話ありましたね。花見よりって話があったと思うんですが、これもちょっとね、掛け軸の話が、絡んできます。例えばね、皆さんもお花見行かれたりすることあると思うんですよね。そういったら、例えば飛鳥山とか、上のね、そういう公園だったりとか、花の名所がたくさんあると思います。で、例えばね、これもちょっと想像していただきたいのですが、お花見をしてきた後にですね、例えば茶の湯に免れたと。で、茶の湯の中で床の間にですね、やっぱりその花見の掛け軸が飾っていたところでですね、多分皆さんの感動は薄いと思うんですよね。やっぱり、所詮、言い方悪いですけど、掛け軸のお花見よりもですね、皆さんが実際に体験したお花見の方が、美しかったり、臨場感があったりとか、そういったね、思いがあると思うんですね。
でそういったところに関してはやっぱ気遣いによって掛け軸はちょっと違うものを用意しなさいと。お花見のね来た方に関しては例えばこういう仏様のお軸にするとかですね、そういった臨機応変さを考えることによって来ていただくお客様のことをね一番考えた上で最上の掛け軸、その人に合った掛け軸を提供しようということをねこの歌を歌っているということですね。そうですね、お茶の世界ってすごく季節感を大事にしますもんね、あんまり同じものばっかり、お花のね、桜の季節だからって外でお花が満開の時にまた中も桜で桜でとかってちょっとそうですよね。なのでやっぱり、少し先取りをしてとかね、お客様に合わせてっていうことが大事ですよね。そういう細やかなね精神性というのは本当日本特有のものなんじゃないかなというふうに思いますよね。そうですね。なんか朝顔の逸話で千利休が豊臣秀吉に出されたっていうお話もありますよね。そうですよね。ある時千利休さんがね、朝顔をたくさん庭に今ちょうど花が咲いてますって話聞きつけた豊臣秀吉が見学しにほっと来たわけですよね。でその時にもう全部千利休は朝顔を全部切り取ってしまって部屋の中にね一つだけ朝顔を生けたって話があると思うんですね。これこそが美だってことをね千利休は説いたという話ですよね。そうですね、凝縮された美っていうことですよね。そうですね。皆さんもね参考にしていただいて、ぜひ床の間を飾るときに床の間あるかどうかわからないけど、そうですね、あまり同じものばっかりっていうよりは季節感を出していただいてっていうことに気をつけていただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、では79首目について解説していきたいと思います。釣り船は鎖の長さ床により、出船、入り船、浮船と知れ。はい、こちらについて教えていただけますか。はい、実はこの歌今船の話が出てきたと思うんですが、実は今のお話というのはですね、花の入れ物ですね、花入れの話をしています。花入れの中にもやっぱりその船と言われているものがあって、こういうちょっと長いやつですね、長いものがあったりで、それ当然船ですから舳先と言ってやっぱり先首部分ですよね、先首部分と後ろの部分があると。で今言ったその出船と入船というのはちょっと実は舳先をじゃあどちらに向けるのかって話があるんですよね。光が差してくる方向にこの舳先を向ける、これは出船と言って、逆に入船に関しては逆の反対のことを入船と言ったりすると。そういった差し込む方向によってですね、臨機応変にこの花入れの飾るものを吊るして、その船入りですね、を置きましょう、飾りましょう。でそこにお花を挿して、でその来客するお客様をねおもてなししましょうということを歌っている歌になります。そうですね、入り船出船ってよく靴の向きなんかも言いますよね。料亭とかに行った時に靴を揃えないでそのまま入ってくださいっていうのも、あれも縁起の話で、入る時に入り船で出られる時は料亭の方が多分前もって靴の向きを変えてくださってると思うんですけど、出船っていうので、茶道とかもそうですけど、全部さっきの真行草とかもそうですけど、結構日本文化ってつながるものがそれぞれありますよね。本当に縁起とかを大事にしてるなと思いますね。そうですよね。やっぱ根底流れても変わらないのかなと。今お話があったように、料亭とかね、こういう畳で何か食事する時にも、当然靴を脱いで上がるわけですが、やっぱり気の利いた日本人だとね、靴の向き直してこうだと思うわけですけど、でも店員さんからは休ままにしてくださいと。なので当然ね、靴のまさに先がこちらの入るところを向いてるわけですよね。それはまさに入り船で、出る時は出船という形で靴脱ぎが変わってるみたいなね、そういったものはやっぱ本当に茶道の今の歌とも相通じるのかなというふうに思いますね。そうですね、お花の向きとかもやっぱり陰と陽とかってあったりするんですけど、やっぱりそういうのも関係してますよね。入り船とかってその入ってくる方がやっぱり縁起がいいとか陽とかっていう考え方があると思うので、さっき日が入ってくるって方が陽だと思うんですけど、そういう考え方がお花にしても茶道にしても料亭とかのお食事にしても何にしても共通してるなっていうふうに思いますね。本当細やかな世界ですね。そうですね。はい。奥深い世界ですね。世界です。はい。わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい。では80詩についてお話ししていきたいと思います。壺などを床に飾らん心あらば、花より紙に飾り置くべし。こちらについて教えていただけますか。はい、今壺の話があったと思うんですが、壺というのはですね、茶壺と言われているものですね。茶壺というのはその陶器製の壺になっております。何に使うかというと、その茶壺の中にはですね、茶葉を
入れておくと。茶葉の運搬、運ぶ時だったりとか、保管ですね、貯蔵の時に使うのが、この茶壺と言われているものがあります。やっぱりね、その封切りといってですね、茶壺もその中に貯蔵しておいて、そのお茶をね、また始める新しい時期の時にですね、その封を解いて、その茶葉を使ってすりつぶして、それをお客様に出すという実は風習があるんですね。でその時にね、その茶壺じゃどこに置いておくのかってことを今、この歌を歌ってると。花江の後にか先にかっていうことをですね、歌ってるわけですけど、やっぱりその時期的なものもありますので、そこは臨機応変にね、茶壺というものもちゃんと拝見できるような形で整えておきましょうということをね、この歌は歌ってるというふうに思います。そうですね、メインとなる壺の方を神に置いて、神座に置いてっていうことをですね、花入れよりも神に置いてっていう、皆さんがね拝見する時にも、主役っていうのが分かりやすいので、やっぱりその茶壺自体がね、かなりさっき申し上げたようにかなり茶を貯蔵しておくものですから、かなり大きめな壺なんですよね。なので、自然にその茶壺が主役になってるのかなというふうに思いますよね。そうですね。置き場所にも気をつけようということですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は利休百種の71種から80種について、お話しさせていただきました。今年のね撮影は今日が最後かなとそうですね、思いますので、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございました。来年の抱負を、今年の振り返りと来年の抱負をそうですね。あれば。タイさんどうでした？そうですね、今年は結構寺子屋忍者の普通のなんですか、お客さんに来ていただく方ですねがすごく動きがやっぱりコロナでねしばらくそうですね、海外ね、あんまりねいらっしゃれてなかったのが、今年は結構すごくいろんな国から来ていただいたなっていう感じで、この間数えたら28か29カ国の方にいらしていただいてました。そんなに来たんですか？そうなんですよ。なんか本当にアジアの日本とか韓国とか中国とかその辺はもちろんなんですけど、欧米アメリカとかヨーロッパの方もそうですし、あとは南米の方ですね。多い時何十人ぐらい来ました？多い時1回で50人ぐらいが1回で50人はすごいですね。ですかね。結構でも結構パンパンですよね。50人はすごいですよね。50人の時もあるし、2、3人の時もあるみたいな。そうですね。でもやっぱりやれる内容は全然違ってくるので、個人的にはやっぱり10人以下ぐらいが1回につき10人ぐらいが一番楽しんでいただけるのかなとは思いますね。やっぱり、ご自身でお茶を立てていただいたりとか、お話もねすごいいろいろできるので、結構さすがに50人と会話できないですからね。そうですね。どうしても50人だとねお茶を楽しんでいただくだけで終わってしまうかなと思うので。抱負はそうですね。抱負は、おかげさまで YouTube も今3000人弱ぐらいでしたっけ？そうですね。2780ぐらいになってきたので、来年は頑張って1万人を目素晴らしい指してちゃんと更新できるようにね宮崎先生にもぜひご協力いただいて頑張っていきたいと思います。1万人、そうですね。YouTube もそうですしね。あとは私もね、蔡先生にお伝えしているように、ちゃんとお稽古としてもですね、力を入れていこうというふうに今考えております。実はこの収録の後にもですね、茶道体験をしたいという日本の方々がお越しになるということですね。定期的になんかね、そのお稽古としてちゃんとやっぱり月何回という形で通っていただいて、茶のどんどん道をね極めていっていただいて、その上でね、その茶の湯というのを深くやっぱりね学んでいただきたいなというふうに思うんですけどね。その辺はどうですか？そうですね。やっぱりなんか1回だけだとね分かることってなんか限られてしまうので、やっぱり何回も重ねてやっていくうちにだんだん分かってくることとかも多いんですよね。そうですよね。別にそのね茶道だけではなくて、まさに華道もそうですよね。一回体験でなんとなく触りは分かっても、やっぱりその奥深い世界というか精神性までやっぱたどり着けないと思うんですよね。やっぱり日本につく話、道というね名前多いと思うんですけど、やっぱ探求する求道というね、つまり求めていく方の道だと思うんですよね。そのためには深掘りをしていく必要があるのかなと思いますよね。そうですね。道は一生とかってよく言われますもんね。私も柔道を実はね、お話したようにやってるんですけど、柔道に関しては今5段を申請中なんですよ。あ、そうなんですね。はい、ようやく5段をちょっと今申請して、型も覚えなきゃいけないんですけど、当然5段の次は6段、7段、8段みたいな感じで終わりがない。そうですよね。一番上ってなん一応ですね、最高段は10段って言われてるんですが、だいたい80、90歳ぐらいの大先輩が泣くと、本当一生
求めてくるんですよね。それ剣道も同じですね。剣道も一応8段、一応最高難易度されてるんですが、でも70代80代の本当ご年配の方々がつくと、本当一生涯が修行なのかななんてね、思いますよね。柔道とかって強いとか弱いとか関係ないんですか？なんか結構高齢になってくると体力とかあるのかな。そうですね。まさにおっしゃる通りね、オリンピックとか見てれば、すごい強いようなイメージあると思うんですけど、実はあんまり柔道年配になってくると強さよりもちゃんと試合に出場しているのかとか、それってポイントがついたりするんですよね。0.5 ポイント、1ポイントとか、あとは修行どれぐらいの自分の後輩を育てたかとかですね。あとはちゃんと型をやってるかとか、あと審判経験があるかとか、結構もっと複合的に柔道という世の中を良くしたかっていうですね、影響力を実は見ているところがありますね。なるほど。じゃあ強いから段が上っていうのはあんまり関係ないんですね。そうですね。それよりはもう本当にそれよりももっとね、やっぱり一人の人間性ですよね。人間としてどれだけやっぱり社会を良くしたのか、影響を及ぼしたのかというもっと高いところから判断してくれているような感じですよね。なるほど、そうですね。私もちょっとなんか今自分で自走はもちろん着物してるんですけど、もうちょっと綺麗に早く、やっぱりこういう撮影とかもしてると早く着れると便利じゃないですか、お客様がいらっしゃる時も。なのでちょっともう一回習い始めようと思って、ちょっと今習い始めたばっかりぐらいなんですけど、なんでちょっと多装もできるようになったらいいなと思ってるので。僕もあれなんですよね。昨日、さっきもねお話したんですけど、空手やってるんですよ。あ、そうなんですか。昨日2回目なんですけど、そうなんですね。空手本当白帯から始めて、昨日もね小学生に教えてもらってですね。そうなんですか。小学生中学生の子たちに一生懸命教えてもらって、ありがとうございます。やっぱりね先生ですよね。やっぱりそういう意味ではね、やっぱ年齢関係なく、やっぱりね年下だろうがなんだろうがですね、敬う、教えてもらうんだってそういう謙虚さがね、やっぱりこの武道茶道全部そうだと思うんですけど、大事かなと思うんですよね。そうですよね。それがなんかね、日本人の良いところでもありますよね。結構海外の方とかもやっぱり体験に来ていただくと、なんかすごい日本の文化は素晴らしいみたいな感じでおっしゃっていただけることが多いので、すごいなんか日本人として嬉しいですよね。そうですね。やっぱそういう精神性というのをね、やっぱり僕は世界に誇るべき、やっぱり日本の偉大な文化、財産だと思うんですよね。ところがなかなか今日本の方自身がね、そういう茶道とか華道とかものに触れる機会が減ってきてる。そうですね。そこはすごくね寂しいなというふうに思いますよね。そうですね。寺子屋神社はね本当に敷居を低くしているので、そうですね。初めての方とかもすごく大歓迎で、正座ができなくて全然うざく言いませんもんね我々は。あ、そうですね。はい。正座の仕方とかから別にやってもいいし、別にできなかったらできないなりにやり方が今いろいろありますからね。そうですね。茶道もね本当裏千家さんが進めてらっしゃるような形でね、流礼も椅子に座る流礼と言われるものがあったりとか、あとはいろんなね評価もありますが、あぐら手前というのもあったりしますので、やっぱり時代に合わせてね変わっていくっていうのはあると思うんですよね。そうですね。昔はなんか実はあぐらだったとかっていう話もありますもんね。なんか武士とかってね、そのね時代がなんかあぐらでやってたとかっていうお話もあるので。あやさん自身の何かプライベートだったりビジネス的な展開は来年抱負はどうなんですか？そうですね。ビジネス的な展開は今お花の方のことと、あと寺子屋忍者の方がメインでやってるので引き続きっていう形ですかね。寺子屋忍者の方はもうちょっと広げていきたいですね。ちょうど今いろんな旅行会社さんとか体験ギフトの会社さんとかとお話とかしてるところなので、ちょっとずつね認知というか間口というかいろんなところから予約方法とかも出していけたらいいなっていうふうに思ってますね。大変豆ですもんね、すごく。いやなかなかもう苦労してます。いやすごいな。宮崎先生は弁護士にそうですね。なられたということで、ありがとうございます。ちょうど3日前かな、この収録の3日前に法務大臣の方からですね、弁護士を互助認定という制度が実はあるんですが、本来ね司法試験受かった後に1年間司法修習と言われても行かなきゃいけないんですね。プラス卒業試験と言われて2回試験というのを受からなきゃいけないんですが、実はそれを免除する特例というのが実はあって、それがね弁護士を互助認定というのがあるんですね。それはクリアすると1ヶ月半の研修でいいというのがあって、その上でね法務大臣の方から弁護士認定というのが通知が来るんですね。それが3日前に来ましたので、私もいよいよね本当正式にちょっと弁護士としてやっていこうということで、一応予定しているのが港区の赤坂の方でちょっと事務所でやっていこうかなというふうに思っております。なんで来年もちろんこの寺子屋忍者の方で茶道とかもそうですし、あとは柔道とかもね実は北区で教えてますし、あとは申し上げたように弁護士活動の方もねしっかりと力入れてまいりたいと思いますので、そういうところを含めてですね、この茶道の精神性というのをね皆様に来年もお伝えしていきたいなというふうに思っていますね。そうですね。宮崎先生の YouTube チャンネルもねあるので、ぜひちょっと宣伝をお願いいた
します。はい。なんていう名前でしたっけ？私の方はね、四方の竜と言われているものですね。まあ令和の虎ではないんですが、四方の竜と申しまして、それこそね、司法試験の受かり方もそうなんですけど、何か法的な問題についてもね、結構楽しく分かりやすくお伝えをしていこうと思っていますし、あとはショート動画の方ではですね、まさにこの茶道の様子だったりとか、あとは柔道の試合とかですね、そういったエンタメ性があるものもね、流してますので、本当にいろんな方にご覧になっていただきたいなというふうに思っています。わかりました。ぜひね、ちょっとこの動画の備考欄説明欄にもリンクを貼らせていただきたいと思いますので、興味のある方は、はい、ぜひご覧ください。あとそうですね、寺子屋忍者、生け花もやっているんですけれども、そちらの方は私の方のまた別のビジネスで、東京スモールギフトという、お花を中心としたギフトのお店をやってまして、そちらの方もね、ぜひご興味のある方は見ていただければと思います。スモールギフトはどういったお花を置いてるんですか？今は結構オンラインが中心なんですけど、はい、そうですね。モールの楽天とかアマゾンとかヤフーとかにはもちろん出してるんですけど、それ以外に自社のEC サイトもあったりするので、はい、そうですね。結構母の日頃はかなり、はい、今日注文が来たり。そうですね。まあ普段も定期的に使っていただいてるんですけど、あとは開店祝いとか。そうですね。はい、法人の方にそうですね。移転祝いとか、開業祝いとか、まあいろんな上場祝いとか様々なはい。お祝いごとにぜひそちらの方も見ていただければと思います。はい。あとは、いや、まあこんな感じかな僕は。はい、そうですね。ね、本当にYouTube チャンネル始めて何年だ、2年でしたっけ？3年2年弱ぐらいですかね。2年ぐらいでしたっけ？くらいになったかなと思うんですけれども、おかげさまでちょっとずつですね、本当になんか更新頻度が遅いのでちょっとずつなんですけど、本当に皆様いつも見ていただいて、少しずつチャンネルもね盛り上がってきたので、引き続き皆さんの方に。初めの頃あれでしたもんね。はい、いや、なんかすぐ10万人いくぐらいの感じでしたもんね。いや、10万人は言ってないですけど、最初結構やっぱ周りにね、すごい成功されてる方が多くて、何万人のね、チャンネル登録者がいるっていう方が結構多いので、簡単にいくんじゃないかと思ったんですけど、全くいかないのと、もう途中ちょっと更新とかもね、もう何ヶ月も空いてみたいな時がね、あったので、まあ、また来年はもう少し、まあ、月に1回、2回、3回。継続は力ですね。まさに西と同じですよね。そうですね。月には、最低ちょっと目指して頑張って、2週間に2回ぐらいですかね。はい、ぐらいで、ちょっと更新できたらいいなと思ってますので、皆さんもぜひ、楽しみに動画の方もご覧いただければと思います。はい。では、本日もありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、ようこそ、弘法寺へお越しくださいました。はい、我々ですね、この弘法寺という空海由来のお寺の方で、この茶道というのを皆様にお伝えをしております。最近かなりね、海外の方がやっぱり多かったんですね。コロナ以降について、本当に28カ国の方々がですね、このお寺に来ていただいて、結構茶道体験というのをしていただいております。やっぱり海外の方からすると、すごく日本文化にね、すごく興味持っていらっしゃる方々が多くて、なんでこれ正座するんですかとか、なんでお茶を回すんですかとかですね、いろんなやっぱ疑問を結構率直にね、ぶつけてくださる感じですよね。はい。ちなみになんか皆さんなんか茶道とかお茶会一切ないんですかね。そういう形でなんか参加されたりとかはない。なんかどういうイメージ持たれてます？なんかしない。なんか正座がきついとか、なんでもお茶が苦いとか。作法多いですね。はい。はい。もう全然足崩していただいて大丈夫ですので、本当に無理なさらずに本当に。はい。結構海外の方も足崩されたりしてますので、実は私も実は茶道正座辛い方なんで頑張ってやってる。いやこれも修行だというふうに言われるんです。実は茶道の歴史なんですけど、お茶っていつ頃日本に入ってきたかってご存知ですか？一番初めなのはやっぱ平安時代ですね。平安時代に日本から遣唐使というね、唐の時代に日本から遣唐使が行って、でその唐の学んだ学生たちがお茶を持って帰ってきたというふうに言われているのが一応起源というふうにされています。その頃まだどちらか薬だったりとか、そういった観葉植物として実はお茶っても持ち帰られたと聞いたことがあって、で本格的にそのお茶がね力になってきたのが鎌倉時代とかが特にそうですね。鎌倉時代に栄西っていう和尚が書いた喫茶養生記というお茶の飲み方の本とかも書かれて、それは三代将軍の源実朝に献上したりとか、それからようやくそのお茶がね日本に定着したものですね。なので今まではどっちかというと僧侶、これお坊さんだったりとか、あとその時代後からやっぱりまさに武士だったりとかがようやく飲み始めて、
でそれが戦国時代、さっきおっしゃった千利休だったりとか織田信長とか伊達政宗ですねの時代に、武士の世の一つのたしなみとして、この茶道というのが脚光を浴びることになって、で江戸時代になってくるとようやくもっと庶民の方にもですね結構お茶が飲まれるようになってきたと。で明治に入ると、どっちかというとね女性のたしなみ的なものも花嫁修行的ななってきて今に至るという、今女性のかなりね茶道ってイメージがあるんですが、実は起源的に見ると男性が実は行ってきたと、侍のねたしなみだったんですよ、そうですね、いうところですよね。まずはね立てながらちょっとお話をね、さらにしていきたいと思いますので、まず私がこのお手本としてお茶を立てさせてあげたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、実際ですね、これから私の方で簡単にですね、お手前を立ててみたいというふうに思います。その上でね、なぜお茶を立てる、あるいは回し飲むかとかですね、吸い切るとか、いろんな言葉があるんですけど、そういったこともね、こちらの弱さと一緒に話しながら皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。で、まずですね、この茶杓と言われているものですね、これを使ってお茶をすくうというのはこの茶杓ということになっています。で、これはお茶入れですね。こちらの中にお茶が入っておりまして、これを蓋を開けることによって中にね、お茶が入っているものをこの茶杓ですくって入れるという動作、これを行うことになります。やはりこの穂先にお茶の粉がついてますので、優しくね、2回叩くことによってこれを落とすということがね、やっぱりその茶道の繊細な心遣いなのかなというふうに思いますね。で、こちらが、飛杓と言われているものですね。これでお湯とかお水をすくって調整するという大事な道具になっています。で、通常ですね、こちらのお釜というのは結構ガンガン、もう本当に熱い状態になってますので、こちらから水をすくって冷ますということが大事だということですね。で、これは全部もう入れてしまって、こちらのお釜のお湯の温度を下げることになります。で、当然ね、お湯というのは普通に煮立っているものですから、上の方に不純物が出ると。なので、この場合は全部そこまで、もうこの希釈を沈めてしまって、その底の方からきれいなお湯をすくって入れるということは、うちの流派では考えられています。で、これは半分だけ入れて、半分を元に戻すというところですね。で、ここからですね、これがよくね、テレビとかでもね、お話があると思うんです。これは茶筅と言われているものを使って、このお茶を立てる、つまり泡立てるという動作をちょっと行っていきたいなというふうに思います。一応見せ場の一つですね。一応ここに泡がついてるんですが、ここに泡がつくのが一つ、ちゃんと立てられた証だというふうに言われてますね。一応このような形でね、結構クリーミーな感じに立つのがね、一つの完成型というふうに考えられています。じゃあこれは岩沢さんの方に出せばよろしいですか？はい。じゃあお願いいたします。はい。お願いいたします。はい。今立てたお茶をですね、飲んでみたいと思います。実はね、飲むお作法というのもございます。で、まずですね、右手でこのお茶碗は取り、で、左手で捧げ持つと。で、一回回します。時計回りにね、ちょっとだけ回します。で、回して持ち方を変えて、お茶にね、一つ感謝をした上で、一応ね、茶道では3口半、つまり3回と半分で一応飲み切るのが理想的だというふうに言われています。もちろんね、量によっては4回、5回でもいいんですけどね、一つの目安として3口半ということはぜひね、この機会に皆さんにもお伝えしたいなというふうに思います。はい、美味しくいただきました。何か岩沢さんから質問とかないですか？そうですね。最後にズズって吸い切られたと思うんですけど、それはどういう意味があるんですか？はい、そうですね。よくズズッと音を立てるというのはやっぱりマナー違反だっていう方よく多いですよね。ラーメンとかいろんな料理がありますが、実はねこの吸い切るというのも実はすごい重要な要素になっています。で、なぜかと申しますと、昔はね江戸時代とか戦国時代は当然明かりというものがなくて、夜とか特にねろうそくの火で照らしながらこの茶道を行うわけですよね。となりますと、お茶を立てる亭主とお客様たちお互いに見えなかったりするわけですね。何をしてるかわからない。で、当然茶道というのは基本的にあまり会話をしない
ものですので、当然やっぱ動作を予測するためにはですね、音というのが非常に大事な要素になってくるんですね。で、やっぱりそのズズッと立てることによって、立ってる亭主からすると、飲み切ったんだな、お客さんはと。なので、次の動作、次のお手前に進んでいいんだなっていう合図として、この熱は吸い切るという要素として行われているというところですね。わかりました。何回か回す、動作があったと思うんですけれども、あちらはどういった意味がありますか？そうですね。今、岩沢さんから回すってお話があったと思うんですけど、実はね、回すの実は意味があります。で、通常ですね、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、こういうお茶碗には絵柄とかがあってですね、当然絵柄を意識してお茶を立てたりするんですね。で、当然お客さんに出すときは、いい絵柄の部分を出します。で、その時に絵柄の部分をですね、そのまま口をつけるというのは、やっぱり無粋であるというふうに考えられてるんですね。なので、それを避けるためにちょっと回すことによって、立ててくださった亭主に対する敬意を表すという意味ですね。なので、実はよくね、3回回すって話があると思うんですが、実は僕の流派ではもう1回でいいと。やっぱ避けることに意味があるので、回数が実はそんなに問題ないというふうに考えられてるんですよね。謙譲な証として回すっていうのが、この本来の意味だというふうに考えられてますね。はい、ありがとうございます。飲み口を拭いていたと思うんですけど、それも何か意味がありますか？そうですね。今、私も手で拭いたと思うんですが、当然やっぱり口つければ汚れますよね。汚れたままをそのままお客さん、亭主に返すというのはこれ失礼に当たりますので、この場合は手で簡単にちょっと拭いて、きれいにした上で、立ててください。亭主に返すというところですね。で、今私が立てたのはこのお薄と言っている薄いお茶飲みやすいお茶なんですが、本来のお茶会とかに行われるのはね、濃い茶と言われているもっとドロドロしたものはこれ正式なお茶になるわけですよね。で、当然これはドロドロしてますから手で拭けませんので、返しを使って拭くということが必要になってくるというふうに考えられていますね。はい、ありがとうございます。はい、今日は宮崎先生に茶道についていろいろと教えていただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。